はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は毎月恒例の株式投資の結果報告となります。毎月と言っておきながら、最近はめっきり勝てず、報告はこのままフェードアウトしようかと考えてました。でも株の動画を気にされたコメントがなんと2件も来たので、やることにしました。他に動画のネタもありませんし、簡単に私のことをお話ししますと、私は派遣のおじさんとして日々働いております。そんな私ですが、ファイヤーを目指して株式投資に励んでおります。ファイヤーというか、現実は火の車です。ちなみに皆さんご存知の芸人の厚切りジェイソンさんは、なんと30代にしてファイヤーを達成したそうです。なんでも彼の場合、収入の8割だか9割を投資に回してたとか、だから衣食住にはほとんどお金をかけない。煩悩の塊の私には到底真似のできないゲートです。だから私はちまちま株をやるだけです。年も明けてしまったので、まだ報告していない11月と12月の報告をさらっと発表して、その後に2021年の年間の成績を発表したいと思います。まずは11月の成績ですが、勝敗は1勝2敗の3割3分3厘でした。損益金額は 99,723 円の損でした。次に12月の成績ですが、なんと12月は0勝4敗、勝率はまさかの0です。そして損益金額は 22,822 円の損でした。続いてこの結果を受けて株式投資資金の推移ですが、前回から私は YouTube で得た広告収入を投資資金に回すことにしました。現在の私の月の広告収入は約1万円です。登録者数1000人でも1万円、2000人でも1万円です。と言いつつ、11月の補填は忘れました。そうそう、広告収入といえば、今人気絶頂の絶望派遣号さん。皆さんご存知ですか？登録者数も再生回数もものすごいです。しかも YouTube を始めてまだ1年ぐらいなんです。一体広告収入はどのくらいになるんでしょう？気になります。はい、話を戻しまして、株式投資資金の推移ですが、10月末42万8877円から11月の損 99,723 円を引きまして、11月末の資金は32万9,154 円となりました。続いてこの11月末の32万9,154 円から12月の損2万2,822 円を引いて、それに広告収入1万円を加えまして、12月末の資金は31万6,332 円となりました。この2月の大きな負けが株の報告をやめようかと思った出来事であります。昔は一月で10万円以上儲ける月もありました。資金が50万円目前までいった時もありました。ただしここまで負けると情けなくなって、株はやめずとも恥ずかしくて報告はやめようかと思いましたが、先ほども申し上げたように株の報告を求める声がなんと2件もあったので続けます。果たしてその方たちが私が儲けるところを見たいのか、それとも破産するところを見たいのかわかりません。でも私は続けます。お金の続く限り。今回の敗因はズバリ勢いで買いに行ってしまったことに尽きるでしょう。あとレバレッジのかけすぎも問題でしょう。毎回言ってる気がします。はい。私は相場志郎先生の非公認の弟子として日々勉強していますが、ヤフーニュースやいろいろと飛び交う情報に惑わされて、今買わなければ損すると焦ったりしてしまい、本来買いに行ってはいけない状況で買いに走り、そして損切りを繰り返し多額の負けを出してしまいました。何度も言いますが、相場志郎先生は順張りです。逆張りでも前張りでもありません。順張りです。続きまして、2021年の
年間の勝敗と損益金額の発表です。昨年2021年の勝敗は31勝46敗、勝率は4割飛んで3厘でした。次に2021年の具体的に儲けた金額と損した金額、そして年間の損益金額の発表です。2021年の儲けた金額は47万9992円でした。そして損した金額は68万6341円でした。その結果として年間の損益金額は20万飛んで6349円の損でした。はい。笑いなさいよ。笑うがいいさ。でも、これだけは伝えておきます。皆さんご存知の占い師の細木数子さん。残念ながら昨年11月8日にお亡くなりになりましたが、彼女の占いの代名詞といえば大殺界。誰でも12年に一度訪れる暗黒の3年間。私は3年間続いた大殺界がなんと昨年で終了したのであります。つまりこれ以上落ちることはないんですよ。わかりますか？皆さんも一度調べてみてはいかがでしょうか。どうもうまくいかないのはあなたのせいではないかもしれません。大殺界のせいかもしれません。ちなみに大殺界にやってはいけないことを挙げますと、転職、引っ越し、投資などです。だからとにかく今の私の心の心境としては心晴れやか、希望に満ちています。なんて言うんでしょう。これから私の時代がやってくるはず。そんな心境です。だから今年も株はやり続けますが、取引の仕方、ルールをもっとちゃんと今一度見直そうと思ってます。昨年の9月あたりは調子が良かったんですよ。はい。ただ余計な情報に踊らされたのは事実です。そこからなんか歯車が狂い始めた気がします。だから今一度原点に戻って株式投資に励みたいと思います。ということで、やっぱり株はロマン。こんな私の株式投資に興味のお持ちの方は、ぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。